皆さん、こんにちは。こんばんはの方もいらっしゃるかな。おはようございますの方もいるかもしれないですね。日本語フローのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、私が自由におしゃべりをしています。日本語を学ぶ皆さんのリスニングに役立っていただけるように、自然なスピードでネイティブの日本語の、話す人たちと同じスピードで話していきたいと思っております。きっとね、わからない単語やスピードが速くてついていけないっていうこともあるかもしれないのですけれども、聞いてるうちに自然とね、慣れてくることもあると思いますので、ゆっくり話すとか、そういったことではなく、通常の私がいつも普段友達と会話をしているようなスピードでお話をしていきたいと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。で、今日ですね、ポッドキャストを始めて第1回目となりますので、少し私の自己紹介をしていこうと思います。まず、一番最初に、どうして日本語を学んでいる皆さんのために動画を作成し始めたのか、このようにポッドキャストを始めたのかっていうところなのですけれども、私は自分自身が英語を第二言語として学ぶために海外で過ごした経験があります。その時に言葉を学ぶ楽しさだとか大変さというものを体験しました。そして何か日本語をね、第二言語として学ぼうと決心をしてくれた皆さんの役に立ちたいなと、そんな風に自分で思うことがありまして、こういった動画を作っている次第でございます。次第でございますってなんかちょっとおかしな日本語を使ってしまったんだけれど、そうねえ、私が英語を学びたいと思うようになったきっかけは、子供の頃によく洋楽を聴いていたんですね。洋楽っていうのは日本以外の国の人たちの音楽のことを言います。よく聴いてたのはマイケル・ジャクソンとか、ホイットニー・ヒューストンとか、マライア・キャリーとか、そういったね、音楽を聴いていたんですけれども、それでこう聴いているうちに何を歌ってるのかな、歌詞を理解したいなって思うようになったり、この素敵なアーティストの人たちとお話ができたら、どんなに素晴らしいんだろうって思うようになって、そのためにはね、英語を話せるようにならなくてはと思って、英語を学び始めました。皆さんが日本語を学びたいと思うようになったきっかけは何ですか？アニメが好きとかかな？で、日本の文化が好きっていうことかもしれないですし、何かきっとね、それぞれにきっかけがあって、日本語を勉強しようと、第二言語として、第三言語として、選んでくれたのかもしれないですね。何かね、こうご自身のきっかけっていうのがあったら、よかったらコメントで教えてください。そう。ね、だからすごくね、こう自分の母国語である日本語を学ぼうって思ってくれていることが嬉しくて、何かね、役に立ちたいって常々思っているんだけど、みんなが日本語を勉強している中でね、一番難しいこととか、これが知りたいなっていうことがあったら、そういったこともコメントにね、質問として書いてくれると嬉しいです。はい。それで、第1回目のポッドキャストなのでね、自己紹介をしていくんだけれども、まず私が日本語をね、勉強する皆さんのために動画を作ろうと思ったきっかけをね、今お話ししたんだけれども、私は普段はもう本当に日本に住んでいる普通の主婦です。子供が2人います。男の子2人で、高校生と大学生です。なので、子育てをしながら、家のことをやりながら仕事に行ったりしております。で、隙間時間にこうやって動画をね、作っているんだけれども、生まれはね、日本の広島っていうところです。そして、中学生まで広島にいて、そこから高校生になったタイミングでオーストラリアに行きました。4年ぐらい住んでたかな。そこで少し英語を学んで、そして日本に帰国して、今に至るというところなんですけど、やっ
ぱりね、国が違うところで過ごすっていうのは、たくさんのね、学びもあるし、それなりのカルチャーショックみたいなのもありましたし、すごくいい経験だったなと思います。一番驚いたのってなんだろうな。そうだな。言葉の壁がね、大きく、自分自身と、海外で暮らすということの間にはね、ドーンと立ちはだかってはいたんですけれども、すごくやっぱり言葉を乗り越えた人と人とのコミュニケーションっていうところでね、たくさん友達ができて、たくさんね、いい刺激を受けるような、そんな仲間がね、できたんですけれども、食事の面ではね、すごく大きなカルチャーショックっていうのは受けました。あと、生活スタイルの違いっていうところでは、もうお皿の洗い方一つ、違うんだなっていうところでは驚いたことがありますね。日本では食器を洗うときにね、食器用洗剤を使ってしっかりお水で流すんですね。でも、海外、オーストラリアではその泡をね、流さないんですね。そう、お水がとっても貴重なんですよね。で、オーストラリアではお水がとても大切だから使いすぎないっていうことを普段から心がけて暮らしているので、そう、お皿を洗うこと一つにしてもそうですし、シャワーの時間もなるべく短く、お水の無駄遣いをしないようにっていう過ごし方をするっていうのが、もう向こうの生活スタイルとして定着していたのが一番驚いたことですね。そう。で、このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんは、海外にいらっしゃる方が多いのかな。自分の国で聞いていますっていう方もいらっしゃると思うし、日本に来て勉強してるよっていう方もいらっしゃると思います。で、皆さんそれぞれの場所で聞いてくださっていると思うんだけれど、何か日本語を学ぶ中で、これ文化の違いだなって感じたことありますか？あったらまた教えてくださいね。そんな風にいろんなね、文化やいろんな人の、いろんな国の人の意見をね、聞いたり話したりするのも楽しいなと思っております。はい。というわけで、今回はポッドキャスト第1回目、ちょっと短いんですけどね、自己紹介がてら自分自身のことを話してみました。そう。何かね、また第2回、第3回といろんな日本の文化や、そうね、私自身の生活の中で感じたこととか、どんどん話していければいいなと思っておりますので、ぜひぜひまた次も聞きに来てみてください。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回ね、お会いしましょう。バイバーイ。